ねえねえ、すみれ。最近ネットで話題になってる人のことで気になることがあるんだけど、聞いていい？もちろんよ。どんな話題なの？韓国で大変なことになってる迷惑系 YouTuber のジョニー・ソマリって知ってる？チャンネルがバンされたって聞いたんだけど、一体何があったの？あの件ね。実はね、ジョニー・ソマリは韓国で大暴れした結果、先週韓国人たちにボコボコに袋叩きにされちゃったのよ。それに加えて、たった1ヶ月で2万人も登録者を増やしたのに、チャンネルを9バンされてしまったの。そんなことになってたの？でも、最近すごく再生数も増えてたよね。収益とかどうなっちゃうの？全部パイよ。チャンネルバンによって収益もすべて消し飛んじゃったわ。本当に自業自得としか言いようがないわね。でも、サブチャンネルとかあったんじゃないの？それがね、さらに悲惨なことに、今度からはこっちで活動しますって呼びかけた直後に用意していたサブチャンネルまでバンされちゃったの。サブチャンネルまでバンされちゃうなんて。でも、活動内容は変わってなかったんでしょ？そうなのよ。全く反省の色が見られなかったから、韓国の人たちや彼を横を持ってない人たちから通報されまくったの。それはもう YouTube から完全追放するくらいの勢いだったわ。そうなると、もう YouTuber としても活動できないってこと？その通りよ。ジョニー・ソマリから YouTuber という肩書きを奪ったら、ただの迷惑な観光客でしかないわ。韓国でもめちゃくちゃ追い詰められてるし、本人にとっては絶望的な状況ね。でも、ファンからの投げ銭とかもらってたんじゃないの？ほんの数ヶ月逃亡するくらいの金ぐらいは大丈夫なんじゃないの？それが大きな問題なのよ。彼の迷惑行為って、結局は収益目的だったものだから、今となっては韓国で迷惑行為をする理由すらなくなってしまったわ。でも、もう犯罪者予備軍として見られてる以上、配信者をやめますって言っても韓国の人たちは許してくれないでしょうね。じゃあ、彼と一緒に迷惑行為してたジノとかは、仲間だったんじゃないの？それがね、ジノは自分が捕まるのが怖くなったのか、ジョニー・ソマリを置いて一人でアメリカに帰国してしまったのよ。あれだけ仲良さそうに迷惑行為してたけど、結局はビジネス関係だっただけみたい。さすがのジョニー・ソマリも、俺だけ置いていくなよって相当ショックを受けてるはずよ。そんな。でも、ジョニー・ソマリは韓国から出られないの？現在、韓国の警察から薬物や暴行、ディップフェイク使用の疑いで捜査されてるの。しかも最新情報によると、パスポートも没収されてるから、韓国からの脱出は不可能な状況なのよ。まさか北の方に逃げたりは。さすがにそれはないだろうと思うけど、でも、もう逮捕は時間の問題だから、もうおとなしく自分から警察に出頭した方が楽だと思うんだけどね。でも、こんな状況になってもまだ諦めてないみたいじゃん。3つ目の YouTube アカウントを作ったって聞いたんだけど。まだ粘ってるみたいだけど、もう無駄な努力ね。新しいアカウントを作っても、すぐにバンされるのは目に見えてるし、収益化なんて夢のまた夢よ。それに、キックや Twitch といった他の配信プラットフォームでも、すでに永久バンされてるのよ。それって、完全に積んでるってこと？そうね。最近では特殊部隊経験者の韓国人にボコボコにされたりもしてるし、さらにそのジョニー・ソマリをフルボッコにした韓国人は国内で勇者や愛国者として優扱いされてるくらいよ。そんなことまで、有名になるためにジョニー・ソマリを倒しに行く人が増えてるってこと？そうなのよ。どうやら韓国人がジョニー・ソマリを倒しに行くっていう配信にはたくさんの視聴者が集まるみたいだから、この先迷惑狩り系 YouTuber が増える可能性もあるわ。もはやはぐれメタルみたいな状態だし、韓国人を本気で怒らせたら本当に恐ろしいね。それで、ネットの反応はどんな感じなの？比較的安全な国を選んでの迷惑行為。決して中国や北朝鮮やロシアでは暴れませんね。そんな国々で迷惑行為すれば、速攻で自分が危険な目に遭うとの認識はあるらしいが、韓国は北より比較的安全とはいえ、このまま放置することはないでしょう。国をバカにする奴は、その国に痛い目見させてもらった方がいい。さすがに他国とはいえ、ここまでやりたい放題して許せるわけがないよね。国としての威厳にも関わるだろうし、きっちり仕留めてもらいたいね。彼は迷惑系の成功例で、何のスキルを持ってなくても迷惑なことをしていたら有名になれるいいサンプルになってると思う。見せしめとして彼を逮捕しないと、ゾンビのように迷惑系が増えていくと思う。群れたゾンビたちはもっと過激な迷惑行為をしないと目立てなくなる。申し訳ないけど、こいつの場合、自業自得としか思わんのよ。全く同情心がわかん。自分から喧嘩をふっかけて、他人を無意味に侮辱し続けて無事でいられると思ってることが、そもそも間違いだし、被害者面することも到底受け入れがたい。すべてが自分の責任なんだよ。韓国で懸賞金かけられてるとは知りませんでしたね。そこまでされるとは相当怒りや荒みを買ってるんだろうね。もっとも当人は全然懲りてないでしょうが、それはともかく YouTube をバンされてざまとか、
さっさと逮捕されろ、といった声が圧倒的ね。そして、韓国だけでなく、世界中から批判されていて、逮捕は遅くとも今月中には起きそうだし、それこそが、ジョニー・スマリの活動終了の瞬間になりそうね。イスラエルで逮捕された時より恥ずかしい結末になりそうなんだね。でも、自分から他国を侮辱し続けてるんだから仕方ないのかな。その通りよ。すべて自分の責任だもの。被害者面することもできないわ。この件は、迷惑系 YouTuber たちへの大きな警告になりそうね。でも、こういう人たちが増えないことを願うばかりだよ。そうね。迷惑行為で有名になれると思う人が出てくるかもしれないけど、こうして見せしめになることで、少しは減ってくれることを願うばかりよね。じゃあ、今日はこの辺で終わりにしようか。みんな、最後まで見てくれてありがとう。動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。